今週は動画をアップしない予定だったけど、昨日土曜日にいろいろ考えて、きな臭い気がしたので、急遽動画を作成したよ。端的に言うと、各国の相場を見ていると、不穏な動きが感じられるよ。順調そのものの現時点で考えられる材料は、フランス総選挙だよ。なので、簡単にまずこちらを解説するよ。その後、各国の指数や債券利回り、コモディティなどの動きをいろいろ見て、今の状況を確認するよ。さらに、大きなイベントではないけど、米国株にとって今後待ち受けるイベントについて説明するよ。最後に、このストーリーの場合にあった銘柄を紹介するよ。まずは、フランス総選挙について見ていくよ。事の発端は、6月9日の欧州議会選挙でマリーヌ・ルペン氏率いる極右政党、国民連合が大勝したよ。それを受けて、マクロン大統領、こちらは中道政党だよ、が議会下院を解散し、総選挙に打って出たよ。これは無謀な賭けとか言われているよ。1回目の投票が6月30日、決選投票は7月7日だよ。小選挙区制で、選挙区で1人を決めるので、2日に分かれているよ。極右、極左の政治勢力が世論調査でリードしているよ。極右の政策は、GDP の 3.9% 分の追加財源が必要なものだよ。これがどれぐらい大きな数字かというと、2022年に英国でトラスショックがあったのを覚えているかな？インフレで財政引き締めしないといけないときに、当時のトラス首相が財政出動を発表して、英国債が暴落したよ。そのトラスショックの2倍の財政出動が必要になるよ。本当にそうなったら、フランスの債券は暴落し、フランス株も暴落するよ。極左ならば、EU 離脱の可能性もあるよ。これもリスクオフ要因になるよ。フランス総選挙の結果がどうなるかわからないけど、少なくとも選挙前にいろいろな憶測で相場が動くことが想定されるよ。欧州議会選挙結果を受けて、各国指数や債券利回り、コモディティの動きを見ていこう。こちらがフランスの株式指数 CAC40。総選挙の結果の後大きく下げて、その後は揉み合ったね。さらに、木曜、金曜と大きく売られているよ。2024年はまずまず好調なパフォーマンスだったね。欧州の景気は良くないと言われていたけど、今年の株式市場のパフォーマンスはここまで良かったよ。それをこの1週間で一気に今年の上昇分を帳消しにしたよ。フランスの10年債利回り。選挙後に大きく上昇し、火曜日に上髭をつけた後は落ち着いているよ。ドイツの株式指数、ダックスの動きがこちら。こちらも今年は良好なパフォーマンスを示しているね。ただ、直近木曜、金曜に下げて100日移動平均線まで調整したね。イタリアの株式指数、FTSE、MIB の動きはこちら。今年は良好なパフォーマンスを見せていたけど、今週、特に木曜、金曜に大きく下げて、100日移動平均線を割っているね。スペインの株式指数、IBEX の動きはこちら。こちらも今年は3月以降に大きく上昇しているけど、今週大きく下げているね。ポーランドの株式指数、WIG の動きはこちら。今週はやや下がったけど、目立った動きではないね。イギリスの株式指数 FTSE100 の動きはこちら。こちらも今週はやや下がったけど、目立った動きではないね。次に為替。ユーロドルのチャートはこちら。こちらも今週はユーロ安で始まり、途中戻すも木曜、金曜とユーロが売られて終わったね。ちなみに水曜の戻しはもちろん良好な米国の CPI の結果を受けての動きだったけど、その効果も打ち消す木曜、金曜の下げだね。ちなみに金曜はポンドドルもドルが買われている。
ユーロ以外でもドルが高い展開となっているね。ついでだから脱線するけど、他の国の指数も確認しておこう。香港反戦指数。中国はずっと不調だったけど、1月に底打ちした後、4月後半に大きく上がったね。ただ、その上昇も終わって、再び調整局面に入っているよ。中国経済は引き続き調子が良くないね。日経平均の動きはこちら。こちらも今年好調で、直近は揉み合っているけど、崩れている感じはしないね。半導体株がそれなりにあるから、半導体の好調も関係しているかな。韓国のコスピ指数はこちら。こちらは高値圏にいるね。半導体株が好調の影響もあるのかな。インドのセンセックス指数はこちら。選挙の後は大きく下がったけど、その後は持ち直して高値圏にいるね。メキシコの IPC 指数はこちら。5月後半から下がり始め、大統領選挙後大きく下落し、その後は乱高下しているね。直近はまた安値を目指しているね。ブラジルのボベスパ指数はこちら。5月後半からずっと調整局面になっているね。メキシコ同様に、中南米は5月後半から売られ気味だね。中国が下がり始めたのと、コモディティ価格の下落も関係しているのかな。アルゼンチンのメーバル指数はこちら。右肩上がりだけど、インフレの影響もあるので、注意してみてね。直近もまた上昇し始めているね。木曜にベーシズ法案が上院を通過して上昇したけど、思ったより大きな上昇にはなっていないね。ここまで指数をまとめると、ユーロ圏の主要国で調整がすでに見られる。中南米で別の要因で調整をしているが、他の国は半導体や IT などの好調さもあり、まだリスクオフが見えている状況ではない感じかな。さて、本題の米国に話を移しましょう。まずは SP500。ご存知の通り、最高値を更新中だね。去年の秋から4月に一度調整したものの、それ以外はずっと右肩上がりだね。次にナスダック100。こちらも去年秋から4月の調整を除くとずっと上昇中。特に直近の上げ幅はすごいね。こう見ると、米国株はリスクオフの兆候どころか絶好調で、どこまで上がるんだという気がするね。小型株の指数であるラッセル2000。こちらを見ると見える景色が変わるね。水曜に良好な CPI で飛び跳ねたけど、木曜と金曜に売られたね。次に米国10年債利回りがこちら。今週はずっと下がっていたね。今年はずっと上昇トレンドだったけど、6月ぐらいからそのトレンドが転換されたようにも見えるね。ところで、高金利の影響を受けやすいラッセル2000はずっと調整してきたので、長期金利が下がるならば、本来ラッセル2000は上昇要因となるよね。実際に CPI の結果を受けて金利は下がり、ラッセル2000は大幅に上がったよね。それなのに木曜日、金曜日と金利が下げ続けたのに、ラッセル2000も一緒に下がっているのは何かおかしいよね。これがリスクオフの兆候だよね。リスクオフの時はまずは小型株から下がり、最後に大型株が下がるのがこれまでの流れだよね。この初動が出てきた可能性があるよ。ゴールドがこちら、木曜は下がったけど、金曜はまた上昇し始めたね。まだ動きとしては大きくないよ。3月から金利が上がるけど、上昇し続けるという、これまでにない動きを見せてきたよ。中国人の買いという説が有力だよ。そのおかげで、直近も金利の下落の時に、本来は上がる局面でも上がらず、直近はぐずぐずしているよ。リスクオフの時は、ゴールドが買われるというのがこれまでのパターンなので、フランス総選挙に向けて、どういう動きをするかは注目だよね。シルバーもゴールド同様にもたもたしているね。
50日移動平均線まで調整しているところ。リスクオフの場合はゴールドにつられて上がる可能性があるので、そろそろチャート的にも注目だね。最後にドルインデックスはこちら。ユーロの影響が大きいからユーロで見た通りだけど、 CPI でドル安になったけど、木曜、金曜とそれを帳消しにして上昇しているね。今回は EU のフランスが震源地になりそうなので、リスクオフでドル高が進む可能性が高そうだね。ここまでの値動きをまずまとめると、米国の外ではフランスを中心に EU 主要国でリスクオフが進行しているよ。ただ、イギリスもそれほどの調整になっていないし、EU 以外の国では現時点ではそれほどリスクオフになっていないよ。米国は大型株を中心に絶好調だよ。ただ、金利低下にもかかわらず、小型株は下落し、リスクオフの兆候があるよ。ゴールドは少し上がったのみでそれほど反応していないよ。ドル高が進行し始めているよ。そして、米国株で重要なのは2つだよ。6月21日にメジャー S q があるよ。先物やオプションのポジションがどうなっているのか自分にはわからないけど、ここ最近はずっと上昇を続けているよね。ポジションがロングに偏っているので、メジャー S q の前後で売られる可能性があるよ。さらに、6月は四半期の最後になるので、リバランスが起こる可能性があるよ。ここ最近は株式指数は上がっている一方で、金利は直近少し低下したと言っても、今年はずっと上がってきたので、債券は売られている状態だよ。そうなると、リバランスとしては、株式を売って債券が買われる可能性があるよ。どちらも米国株にネガティブな影響を与える可能性があるね。この2つのイベントだけならば、ごく短期間の調整で終わるかもしれないと思っているけど、それにフランス総選挙のリスクオフの兆候が見えてきたということで、調整のリスクオフ注意報を発令したよ。フランスなんてアメリカとは関係ない欧州の話だと思うかもしれないけど、アメリカ以外で好調な地域って少ないよね。株価がそれなりに保っているけど、景気が良いかというと、なかなかそういう地域はないわけではないけど、少ないよね。そこに欧州からリスクの火がついて、その火が連鎖していくと、もともと景気がそれほど良くない地域は心理的に伝染しやすいよね。アメリカは数少ない景気が良い国なので、無傷かというと、相場はセンチメントに動かされるものだから、他が大きく下落し始めたら、下落し始めると思うんだよね。今回がどれぐらいの期間で、どれぐらいの調整になるかは、現時点では予想が難しいけど、もし大幅なリスクオフになった場合は、警戒が必要だね。まずは、小型株がやられていくかもしれないけど、大きなリスクオフになると、利益が乗っている株が大きく売られることもあるので、そうなったら、絶好調の半導体株も無傷ではいられない可能性もあるね。ただ、こういった政治ネタは、相場にとっては一時的な影響なので、調整が終わったら、また AI 関連を中心に業績で上がっていくと思うので、それを頭に入れて、今後の戦略を練るのが良いと思うよ。大きくリスクオフになるならば、FRB が利下げに動く可能性もあるので、リスクオフになったとしても、転換点はよく見ることが重要だよ。仮にリスクオフになる場合の銘柄。まずは、米国長期債の ETF から見ていくよ。ティッカーシンボル TLT。アイスの20年を超える米国国債のインデックスに連動する ETF だよ。もし、今回のストーリー通りリスクオフになると、債券が買われ、金利が下がることが想定されるよ。また、イベントで述べたように、四半期リバランスの債券の買いが期待できるので、そういう意味でも、これからエントリーしやすい時期だよ。債券の ETF は、長期になればなるほど、ボラティリティは大きく、金利が下がると、大きく上昇するよ。候補の一つとして、TLT があるよ。ただ、
債券の値動きってそれほどボラティリティが高くなく、4月の安値から今でも 8% ぐらいの値動きとなるよ。もっとボラティリティが必要ならば、レバレッジ3倍の ETF であるティッカーシンボル TMF もあるよ。次にゴールド。リスクオフといえばゴールド。米国でなくて日本の ETF だけど2036。こちらは金先物のレバ2倍の ETF だよ。ゴールドそのものを買う、例えばティッカーシンボル GLD とかもあるけど、ゴールドのボラティリティって大きくないから、ある程度レバレッジを効かせたいよね。そうなると金鉱株もあるけど、正直金鉱株を進めるか悩むところだよね。レバレッジとしてはレバ2倍よりも大きく動くので魅力があるけど、金鉱株はゴールドと小型株の2つの性質を持っていて、仮に大きなリスクオフになった場合にどちらの影響が強いか読みにくいんだよね。小型株の影響を受けるとそれで下がる可能性もあるんだよね。そうすると金鉱株を取り上げにくいんだよね。金鉱株ならば HMY とか CDE とか ETF の GDX とかレバ2倍の NUGT とかあるよね。純粋にゴールドに投資して日本から変えてレバをかけると2036が良いかなと思うよ。もちろん先物や CFD でゴールドにレバレッジをかけてトレードする方法もあるよ。ただゴールドの懸念としては3月からの予想外の上げなんだよね。あれでゴールドの価格形成が歪んだ気がするんだよね。水曜の CPI とかもあの内容ならば大きく上昇してもおかしくないと思うんだけど、上げ幅はそこそこだったよね。あとドル高の流れだから、ドル高はドル建てゴールドにはマイナスの影響だよね。そこら辺もゴールド価格にどう影響するか気にしている。大幅なリスクオフになればさすがに買われるかもしれないけど、思った以上に反応しない可能性も気にしているよ。さらにシルバー。ティッカーシンボル SLV。こちらはシルバーに対する ETF だよ。シルバーはゴールドよりもボラティリティが高いので、レバレッジをかけなくてもそこそこ上がっていくよ。なのでシルバーそのものを買えばよいよ。もちろんさらにレバレッジが必要ならば銀行株もあるよ。例としてはティッカーシンボル EXK とか他にもあるよ。ただ金鉱株と同様に大きなリスクオフの時の動きが読めないので、ここではシルバーそのものの ETF を取り上げたよ。シルバーもゴールドが上がり出さないと上がらないと思うので、3月以降の上昇の話はこちらでも気にしているよ。それじゃまた次回。みんなのコメントも待っているからね。バイバイ。